さて、やってきましたエデン霊式共鳴編第3章。ダークアイドル戦だ。初版の事情で消えていた私だが、今回からはようやく復活しましたぞ。私もだぜ。マリサ。そしてなんと今回は、画面がウルトラワイドなのだ。立ち絵と字幕のやりくりを考えたらね。あれ、でもそうするとまさか。そう、私はずっとここにいるぞ。マジかよ。まあ、さっさと解説を始めよう。まずはマーカー配置だな。東西南北は、ちょっとずらして左から2マス目の真ん中に置いてるね。これは後半の方位の号令用だ。中央の1と3は？これは序盤の波状の号令用。とても便利なのでその時説明するよ。次にマクロについて。3層は流通しているマクロにそれほどブレはないみたい。照準の号令が中央東西なのか、北と南なのか、野州の号令が4箇所なのか、1箇所に集まるクルル式なのか、くらいをチェックしておけば良さそう。では始めていこう。今回も初手全体攻撃なので、コブ展開してあるね。もはや定番だな。カウント開始でミンネするのが、戦闘開始のルーチンになっている。虚無の波動は全体攻撃、軽減すること。はい OK。次の暗号の釘はタンクスイッチギミック。ランダムなタンクに、2連続で直線範囲を打ってくる。線がついたタンクは斜めに捨てること。2発目だけ、もう1人のタンクが前で遮るのが正規の処理だけど、無敵技が残っている場合は無敵で処理して OK だよ。兵と関係なくタンクにランダムなんだな。アルファ4層っぽいね。標的識別か。次、波状の号令は序盤の難所。ぽかったんだけど、わかりやすい方法が普及したおかげでそれほどでもないぞ。余計なことを。なんでもないぞ。まずは流れを見ておいてね。はじめに、前方に敵の集団が配置される。これは配置された順に突撃してくるので、今回はまずは位置に立っておいて。通過したら3に移動しよう。で、そのまま移動先に立っておく。すると、何やら脳トレが開始されるが、あとはある法則に従って、1と3を往復するだけだ。第1波が来たら反対に移動。そうすれば第2波を回避できる。次、また脳トレが再配置されて、1か3のどっちかが最初のアンチになるんだけど、今回は3が第1波のアンチだ。はい OK。ラスト、3回目の脳トレがあるが、今回のスタート地点は1だ。はい、移動。これで波状の号令は処理完了だ。全くわからんぞ。では、アンチの見つけ方を説明しよう。まず、開始直後の突進は、前の軍隊を見て、そのまま回避すればよい。これは別に脳トレでもなんでもないな。左が先なので、右から左だね。で、次の突進は、必ず最初の突進で回避した先がスタート地点になる。だからそのまま位置に立ってるわけだな。また、この時、前方のゲートを見て、今立っている方と反対のゲートの色を覚えておくこと。今回なら赤ってことだな。そう。で、その色が、次の脳トレのスタート位置になるのだ。マジかよ。マジ。なので、まずは赤いマーカー、つまり位置に立っておいて。で、今回も前方の、今と反対側のゲートを覚えておく。つまり青だな。そういうこと。で、突進を1から3に回避する。はい OK。で、次のスタート地点は、青だから3なわけだな。そういうこと。はい移動。これで処理完了だ。では続きを見ていこう。次は次元口から始まる、白夜の軌道と極夜の軌道だ。まず、次元口でステージが分割される。この後、左右の端っこに飛ばされるが、中央エリアにいれば問題ない。ここからは DPS と単ヒラで動きが変わるぞ。DPS は、前に出現する軍隊とランダムに線で結ばれる。はいストップ。軍隊は線で結ばれた DPS に突進してくるので、DPS はこの図の形になるように、軍隊の突進を誘導する。どうやって紫の溝を飛び越えるんだ？それに使うのが、この強制転移のデバフだね。強制転移は、デバフが切れた瞬間、アイコンに書かれていた方向に転移する。今回であれば、私は左に転移するので、このままの位置で OK だね。はい OK。と言っても難しいと思うので、私がやってる考え方を紹介しよう。まず、線で結ばれたら転移先を考えて、そこにワープするための場所に移動する。今回は右端と結ばれてるから、前列の左側だな。はい、たどり着いたのでストップ。ここで初めてデバフを確認する。
後ろ向きだな。で、目的地は左だな。では、このアイコンの矢印を、左側に向けるにはどうすればいい？右に90度回転させればいいんじゃないかな。ではやってみよう。なるほど。つまり、右を向けば良いってことか。そうそう。でも、その右を向く微調整が苦手って人もいると思うぞ。私はここだけ、WASD 移動を使ってるね。正確に正面を見ておいて。デバフが切れる瞬間に右、つまり D キーを一瞬押す。これできっちり右を向けるのだ。なるほど。これならなんとかなりそうだな。お分かりいただけただろうか。わらわら。ここ、あんまり端から飛ぶと、飛びすぎちゃうんだよね。気をつけよう。で、最後にタンヒラの動き。タンヒラは、マクロにある通り、中央の東西で頭割りを処理する。このためには、前から後ろといった、縦のワープをする必要があるね。ほら、タンクさんは後ろ向きにワープするように調整しているでしょ。で、左右に分かれて頭割りすれば処理完了だ。はい、OK。では続きを見ていこう。虚無の波動から暗光の釘。ここの波動は HP が減っていて怖いので、トルバを入れておこう。で、暗光の釘、また戦士さん対象だね。つまり、2発目はナイトさんが割り込む必要がある。はい、OK。今回のが正規の処理だな。次、波状の号令から白夜の起動では、マクロの基本3回図を使う。まずは中央に集まって AOE を固めて捨てて。はい、AOE が出たら、内側の8マスに、3回図通りに広がる。で、着弾したら外側に退避。この後のワープ先はこう。前から MT、ST、DPS の頭割り、H1、H2 だ。目的地が決まったら、あとは場所と向きを調整するだけだね。なお、右向きの場合だけ、こうやってターゲットサークル上から殴りながらワープできる。で、中央で頭割りすれば OK だ。一応、普通の調整方法も見ておこう。矢印は後ろだから、最後に左を向けば OK だね。正面を向いて A キーを押す。はい、OK。OK じゃないが。では続きを見ていこう。ここではバトボなどの3分バフが返ってくるが、間もなく雑魚フェーズに入るので、我慢すること。はい、ここからが雑魚フェーズだ。MTD1D3H1 が西、STD2D4H2 は東に分かれて雑魚を担当する。中央のブラスヒームはここからランダムに時計回りか半時計回りに回転するので、タンクは、この回転方向に合わせて、距離が近づきすぎないように雑魚を引っ張る。ブラスヒームは定期的に直線範囲を打ってくる。1発目はただ回避すれば OK。で、頭割りに集まる。これ、1回目の頭割りはただ集まれば OK なんだけど、2回目頭割りの時、ちょうどいやらしい感じに直線範囲が来るので、その直線頭割りだけは固まって誘導すると事故が減るよ。で、光の飽和はタンクが止める。いや、お前も止めろよ。ちょうど反対の雑魚のドット更新が忙しいんだもん。で、この頭割りだね。ちょうどこれを邪魔するように直線範囲が来るので、なるべく範囲を固めるのと、範囲が来たら、進行方向に回避する、とかルールを決めておくと良いよ。で、次が雑魚フェーズ最大の難所、攻撃軌道からの強制転移だ。まずは流れを見ておいてね。攻撃軌道は、ボスの形状で範囲が変わる技なんだけど、初回は必ずドーナツ範囲だぞ。同時に強制転移と頭割りも来ている。これは、必ず進行方向にワープするように調整しよう。で、ワープした先で頭割り。はい、OK。で、スロー再生だ。縦の輪っかの攻撃軌道は、雑魚中心のドーナツ範囲。全く気にせず、強制転移にだけ集中すればよい。そして強制転移については、見やすいのは、はい、ストップ。強制転移の考え方は、ここでも同じで、デバフの矢印の方向に目的地が来るようにすればよい。また、殴り続けながら目的地にワープするためには、この図のように考えるといいよ。私のデバフは左矢印だから、目的地である進行方向が、自分の左側に来るように立てば OK だ。私はこれで行きます。さて、みんなはうまく調整できてるかな？若干怪しいけど。まあ、この程度なら、飛んだ後に調整可能だ。結構猶予があるな。
OK。ということで本編に戻っていこう。次、今度こそランダムな攻撃起動。2回目は、片方がチャリオット、片方がダイナモになる。こっちはまた縦回転、つまりダイナモだね。はい OK。向こう側はチャリオットだったけど、見づらかったので VTR を見てみよう。攻撃起動の際、横回転し出したら範囲は雑魚中心のチャリオット。なので、この場合は距離を取ろう。この時、反対は必ず逆の、ドーナツ範囲となるので、反対側からは離れておくこと。これは Twitter で教えてもらった情報だな。はい OK。そろそろ終わりそうだけど、この雑魚は片方だけを倒すと、もう片方が爆散というワイプ技を使ってくるぞ。しかし、ブラスヒームがステージを一周してしばらく経つと、どっちにしろ時間切れで爆散を使ってくる。ってことで、こいつらは、素早く、しかし均等に削り切る必要があるのだ。おっと、こっちが先に終わったね。急いでもう一体も倒せはい OK。雑魚フェーズのラストはブラスヒーム。そこそこ痛い全体範囲を6連打した後、こいつも爆散を詠唱してくる。しっかりバリアと範囲回復を使いつつ、時間切れまでに削り切ること。ちなみにアイドラトリーは崇拝、ブラスヒームは冒涜って意味だそうな。へえ、おっと、爆散を詠唱し始めた。はい OK。と言ってもまだ安心してはいけない。この後の利口技、虚無の反乱は結構痛いぞ。特に、直前のブラスヒームに軽減を全部吐いてしまうとやばい。最低でも3種くらいの軽減は残しておこう。はい OK。ここからが後半フェーズ。開幕で使った薬も戻ってきているね。で後半から追加されるのが、この属性変動。光か闇のデバフがつき、同じ属性の攻撃を受けるとお仕置きされる。なので、自分の属性と逆の属性の攻撃を受けるようにする必要があるのだ。はいストップ。ここでは、タンク2人に線がついていることに注目してほしい。この線は、両端の軍隊から最も近いプレイヤーに付与される線で、この後両端の軍隊は、線で結ばれたターゲットに向かって突進してくる。黒組は白側で、白組は黒側でこの突進を受ける必要があるので、タンクはあらかじめ自分の色と反対の軍隊に近づいておき、線を誘導する。残りのメンバーも、自分の色と反対側に集まり、タンクと同じ突進の頭割りに参加すること。また、この線は近いと威力が上がってしまうため、黄色い一本線に変化するまで伸ばす必要があるぞ。はい、線の色が変わったね。で、突進を受けて、デバフの色が変化する。これで直線頭割りは OK だ。ではこちらを見ていただこう。マリサ。白だから黒側に移動して、おっと、向きが傾いてるな。どうして私だけ死んでるんですか？お分かりいただけただろうか。それは君だけ範囲を2枚踏んだからだぜ。そんなはずは、ここで軌道が変化するのは、あくまでも線がついている軍隊だけだ。だから、端の列から踏み出してしまうと、2本の突進を受けてこうなるのぜ。そういうことだったのか。ここ、突進さえ受けられれば頭割りには参加できてるので、内側に寄りすぎて2枚受けないように注意すること。続いて包囲の号令。まずは流れを見ておいてね。中央に集まってデバフの色を確認。東西南北に軍隊が出現するので、これは単平が近づいて線を取る。で、線がついたらマーカー上に誘導。次に四隅に白と黒の塔が出現するので、これは DPS が踏みに行く。すべて、自分と逆の色を処理する必要があるぞ。はい OK。では、スローで処理の詳細を見ていこう。まず、この時点でデバフの内訳は必ず、両色ともタンク平1名、DPS2 名になっている。まずは単平の処理。東西南北の軍隊は、向かい合うペアは必ず同色になっている。だから、タンクは北と東、平は南と西というように、マクロ通りに担当を決めておいて、あとは自分と違う色の方の線を取りに行けば OK だよ。線を取ったら、あとはマーカー上まで移動すれば、軍隊の突進を、互い違いに、安全な位置に誘導できるってわけ。単平は、あらかじめ北東や南西に移動しておけば、DPS に線を取られちゃう事故も減るんじゃないかな。逆に、DPS はしっかり中央に集まっておくこと。はい OK。次に DPS について、DPS 用の塔は、四隅に、北同士、南同士は異なる色となるように出現する。ひとまずは、近接は北、遠隔は南、と割り当てて、自分の色と異なる塔を踏むようにしよう。そう、お察しの通り、これはあくまで、近接同士、遠隔同士が違う色の場合しか成功しない。
まあ、幸運にも今回は、遠隔同士、近接同士が違う色だね。なので、黒デバフの私は、後ろの、白い塔を踏もう。これで。はい、OK。では次に、遠隔同士で色が被ってしまった場合を見ていこう。この場合の考え方はこう。近接が前、遠隔が後ろの原則から、D2 と D3 が逆転した位置に入ることにする。つまり、今回 D3 の私は北側のどちらかに、D2 の忍者さんは南側のどちらかに入れば OK だ。はい、今塔が出現したね。じゃあ私は北に。おっと、こっちだった。よし。私はこれで行きます。はい、OK。では、本編に戻っていこう。包囲の号令が終わったら、再び強襲の号令。処理はさっきと一緒なので、自分のデバフを見て、反対側に移動すること。一番外の列に立つのが重要だな。そうですね。はい、OK。そして再び属性変動。今度はタンヒラ組と DPS 組で、それぞれ別の色が付与される。で、次が、かつては3層最大の難所と言われていた、野襲の号令だよ。かつては？先人が脳死法を編み出してくれたおかげで、皇族の我々は一切脳みそを使わずに攻略できるのだ。マジかよ。まずは流れを見ておいてね。正面に現れた白黒の軍隊を、自分の色の反対側に避ける。そりゃそうだな。はい、OK。次、自分の持ち場に移動する。私は南西だ。この後は、一回突進を受けたら、中央に移動して範囲を捨てる。踏む。で、元の位置に戻る。何かマーカーがつくが、気にしない。突進を受けて、マーカーが着弾して属性が反転し、ラスト、もう一回突進を受ければ終了だ。はい、OK。何がどうなってるんだ。では、どのように脳死すればよいのか、見ていこう。実は、脳死法の場合、野襲の号令でチェックすべき箇所は2箇所しかない。その1箇所目がここだ。はい、ストップ。はい、ご唱和ください。おう。この時、逃げた方向が、右なら前、左なら後ろ。右なら前、左なら後ろ。つまり、今回は右に避けたから、前ってことか？その通り。でも何が？それは次に説明しよう。野襲の号令の3回図はこう。各自、2マスが割り当てられている。D3 の私は南西の2マスだね。なるほど、この2マスの前後が、さっきの呪文か。その通り。そしてストップ。まず、私はさっき右に避けたから、この南西の2マスの内前のマスにいるのね。それはわかった。そして、2つ目にして最後のチェックポイントがここ。左前方のゲートの色だ。ほう。ではご唱和ください。左前方のゲートが、青ならそのまま、赤ならチェンジ。青ならそのまま、赤ならチェンジ。なんのこっちゃ。それは続きで説明しよう。今回は青なので、そのまま、だね。どっちであれ、この3回1で1回突進を受けて、中央に範囲を捨てるところまでは一緒だ。はい、内側のパネルに範囲を捨てる。で、そのままなのは、この後だ。そのまま、元来たパネルに戻る。ははん。で、この後はずっとそのままってわけ。はい、OK。では、最後にチェンジのパターンも見てみよう。このままじゃチェンジがどうチェンジなのかよくわからないからな。はい、まずは自分が黒なので、白側に回避。で、右なので前。右なので前。南西の2マスのうち、前のマスに移動。で、左前方のゲートをチェック。赤なのでチェンジ。赤なのでチェンジ。どちらにせよ、一旦ここで突進を受ける。はい、OK。おい。内側のパネルに対比。OK とは一体。判断を誤った者は死ぬしかないのだ。で、ここでチェンジ。つまり、後ろ側のマスにチェンジするのだ。なるほど、中央から戻るときにチェンジすればよいのか。いや、まだ安心してはいけない。ここでもう一回チェンジ。ほう。ってこれ、かなり危なくないか？これ、円範囲の前にチェンジしてるけど、正しくは円範囲の後にチェンジだね。で、ラストの突進を受ければ処理完了だ。はい、OK。ボロボロじゃねえか。チェンジのパターンの動画がこれしか残ってなくて。
なので、再度振り返っておくと、左前のポータルが青なら、イメージは青信号。そのままの位置で OK。赤は攻撃色、チェンジが必要だ。年齢がバレるぞ。で、チェンジは2回する。1回目は中央に範囲を捨てた後。はい、ここからチェンジして戻る。で、ここでは慌ててすぐ2回目のチェンジをしてるけどこれは間違いで、一旦この円範囲をチェンジ先で受けてから、ちょっと時間の余裕があるので、この間にチェンジする方が良いだろう。で、最後の突進を受けたら処理完了だ。はい OK。なお、さらなる脳死のために、バリアを持った上で、全員北東側で処理するという、クルル式というものもあるらしい。さすがにそれは一人のミスで全員巻き込みそうで怖くないか？やったことないのでわからない。では、本編に戻っていこう。続けたまえ。気分転換の虚無の波動。気が晴れるな。からの暗号の釘。今回は戦士さんで、戻ってきているのでホルムを使おう。これ、野良だと判断難しいだろ。そうだね。もう最初以外は正規の処理で頭割りにしちゃうのも手かもね。野良ではお互いを信じないのがポイントだな。なんてことを言うんだ。おっと、そろそろ最終フェーズ、乱舞の号令だぞ。おや、ボスの様子が？はい、2マーカーに集合しよう。ここのノックバックは結構飛ばされるので、斜め方向で受けないと落ちてしまうのだ。はい OK。乱舞の号令では、竜巻を中心として、ステージが3つのエリアに分断される。分かれ方の基準になるのが、今付与されるデバフの色だ。はい、ストップ。ここではまた、タンク1人ヒラ1人 DPS2 人にそれぞれのデバフが付与されて、光と闇が4人ずつになる。分かれ方はこうだ。まず、タンク2人は色に関係なく南。そして、残りのヒラ DPS は、闇ならそのまま北東に、光なら、北西のエリアに集まっておく。この分かれ方はどういう意味があるんだ？この後、各エリアには光や闇の玉が湧くんだけど、この玉は、反対の属性の人がぶつかって処理する必要があるんだよね。また玉か。また玉だよ。で、各エリアに湧く玉はもう決まっているので、それがちょうど処理できるように、この組み分けになってるわけ。なるほど。また、タンク2人は闇と光なので、属性を見て取れる方が玉を取れば OK なんだけど、ヒラ DPS は優先順位が必要になるよね。それがマクロに書かれている優先順位ってわけか。そうそう。書かれているように、ヒラを優先して、あとは D1、D2、D3、D4 の順に優先順位を決めておこう。では動かしてみよう。はい、玉の1個目はヒーラーが取る。他のメンバーは、巻き込まれないようにしっかり離れておくこと。で、エリアは半時計回りに移動していくので、エリアを分断している攻撃に当たらないように、半時計回りでついていこう。はい、2個目を忍者さんが取ったね。このように、取る人が進行方向、取らない人は後ろ側に離れておくと良いよ。で、ラストの3個目を私が取ろう。はい OK。3個取ったあたりで分断は解除されるので、また全員、目印の2マーカーに集合する。そしてストップ。今詠唱しているのが30交換。これは名前の通り、3つの輪っか状の範囲攻撃で、それぞれの範囲はランダムで光か闇の属性になっている。例えば今は、内側から、光、闇、闇、という順番になってるね。ああ、これ、自分の属性と反対の属性に入らないといけないのか。その通り。今私は光だから、闇エリアに入ってるね。で、属性が闇に変わったので今度は光エリア。で、属性が光に変わったので次は闇エリア。最初に入った色から、交互に光と闇に入っていけばよいんだな。そうそう。あんまり難しく考える必要はないよ。30交換の後は虚無の波動を2回。しっかり軽減すること。はい OK。で、この後もう1回、竜巻フェーズを繰り返すぞ。まずは属性変動。自分の属性を見て持ち場に移動する。はい、闇なのでこのまま。光の人は北西に、タンク2人は南に行ってるね。で、最初の弾はヒーラーが取る。次の弾は、相棒が D2 の忍者さんなので、忍者さんが担当する。これ、巻き込まれるとどうなるんだ？見ての通り、弾を受けると属性が反転する。
だから、余計な人が取っちゃうと、属性の人数が足りなくなって積んじゃうのだ。同様に、エリアを分断している範囲も踏むと属性が変わってしまうので、踏まないよう、よく注意しよう。はい、3個目の弾を処理したら、2マーカーに集合。する最中に30交換が来るが、最初に入る色だけ注意して、黒に入ったな。あとは交互に入るだけだよ。次は白。で、次は黒か。そうそう。はい、OK。で、ここまで来たらあとはもう、虚無の波動を3連発した後、残り時間次第で、時間切れの虚無の波動を使ってくる。はい、1発目。2発目。で、なぜか3発目までは結構時間がある。なんかよくわからん挙動だな。3層は本来、もっと脳トレに苦労する想定で、DPS チェックが緩めに設定されてるんじゃないかな。なるほど。で、3回目の虚無の波動がなぜかキャンセルされて、時間切れの詠唱が始まった。頑張れー。やったー。ふい。無事クリアできた。3層はどうだった？ 2 層のが苦労したかも。やはり、難しい脳トレに、全部の手法が編み出されていたのが大きいね。残念だぜ。まあでも、強制転移は苦手な人は苦手だし、雑魚フェーズも最初は結構苦労したねー。最初は DPS きつく感じても、慣れると余裕になってくんだよな。ということで、脳トレと見せかけて、脳を休ませることができる、癒しステージでした。そして次はいよいよ4層だ。といったところで今回はここまで。ではでは。ではでは。